もう目切りだけではやっぱダメですね。枝の切り戻しは絶対にどっかのタイミングではいります。ほんと木によってはこの新芽をちょっと切るだけ、もうこういう新芽を切ってだけで終わりっていうのもありですね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回ですね、畑にこれ植わってる黒松なんですけども、これを剪定しようかという話なんですが、黒松の庭木とかもね結構皆さんお持ちの方おられると思うんですけど、そういう方々にも役に立つ動画になるんでないかなというふうに思っております。どういうふうに切ったらいいかとか、その後、管理とか、そういうあたりも含めて説明していけたらなと思います。ではまずこちらちょっと松見ていただいて、今6月初旬なんですけども、春から伸びた新芽がビューッと伸びてます。でこれをこのままほっとくと、7月8月9月とほっとくと、その伸びた芽の今この太さの芽ですけど、もっと太くごつく硬い感じになって、枝がねゴツゴツします。柔らかい枝だったのもゴツゴツしてしまって、樹形が崩れる、枝があんまり綺麗でなくなるみたいなことが起こります。黒松の庭木なんかお持ちの方、ここまでね6月に伸びるパターンもなかなかないんですけど、これ一回うちの場合はしっかり枝減らしとる分、その枝減ったところに一本一本にねしっかり力が入って、ビューッと伸びてるんですけど、もともと芽数が多い状態の黒松だったり、黒松の庭木だったりだったら、もうちょっとねその分散されてここまで伸びてないかもしれません。でも多分少なからず、庭の剪定ってね結構秋冬だけ1回とかいうパターンあると思うんですけど、この5月6月伸びてきた芽をね、盆栽でいうとこの芽切りをしてやって、枝も減らしてやると、でさらにその秋冬に、古葉取りだったりとか、芽数を改めて増えたところをまた減らしてやるみたいな剪定、年に2回やったらね結構綺麗になるんですね。だから庭木の1回だけの秋冬の剪定されてる方もいいんですけど、庭師さん結構そういうパターン多いんですけど、この時期もね1回ちょっとね手を入れていただくと、よりお持ちの黒松の庭木がね綺麗になると思いますんで、それを切り方みたいなのをこれを使って今日説明していこうと思います。でこの辺ちょっと最初行きながら、だいたいねてっぺんから螺旋状に切っていくんですけど、ちょっと見やすい場所からさっきちょっと軽くこうやってある程度枝を減らして、で芽を切りますね。こう芽切りですね。盆栽でいうとこの新芽を切る、こうやって新芽を切る、で1箇所からいっぱい出過ぎてるのは減らす。だいたい二股 Y 字のような感じで、これね今5、6、7月は芽切ったように葉っぱが長すぎたら葉っぱ切ってもいいです。これで葉っぱ切った方がね下の方の日当たりも良くなったりするんで、これが切った後、この枝だけで言うとこれで完成ですね。他もこんだけボサボサですけど、こんな感じでね、じゃちょっとこういう作業を全体にしていきます。で5、6、7月はもう葉っぱも切ってもいいし、中芽切りって言ってね、例えばだいたい芽切りってここなんですけど、これ芽切りしただけ。中芽切りって去年の葉っぱちょっと残して、なんていうんですかね、もう全然境目でも何でもないとこでできる中芽切りっていうのもしてもいい時期が今ですね。これだったら確実に芽が出るかどうかはちょっとあれなんですけど、なくなってもあってもどっちでもええわっていうとこはこういうのもありで、こんな感じでこういう切り方ができるのは5、6、7はこの厳しい切り方はいいんですけど、8、9、10、11月あたりはねあんまり松をね厳しく切るに適してないんで、その時はまた切り方が変わってきます。
その時のその新芽の状態とかもね結構また今と違うんで、この状態じゃないんですね。やっぱ成長していくんで、はい、でその時はしっかり小さい芽を残すような切り方をしていかなければならない。でも庭木をすごいレベルアップさせたい、芽数も増やして綺麗な枝揃った状態にしたいってなったら、5、6、7月のうちにこういう芽切りを伴った、ちょっと厳しめのね手入れをしてやると、より綺麗な枝の状態になった、木になります。はい、だいたい1箇所からはさっきも言ったんですけど2つぐらいまで、てっぺんの方はまたねちょっと違いますけど、こういうたまに小さい芽だけ残すっていうのもありで、この小さい芽ね、これもちょっと芽切っちゃい、新芽ちっちゃいけど芽切っちゃい、で真上真下に向きすぎてるような枝だったり、内側に向いてる枝はなるべくもうこういうタイミングで切り取っちゃいます。こういう小さい芽も芽切りしてちょっと葉っぱ切るとか、はい、もうこれ結構長い枝ですけども太くてごついんでもうこんなもん切っちゃいます、でこれ新芽なんかはね切った後からねもう結構3つ4つ5つぐらい芽が出てくるんで、それをまたね秋冬に1箇所からいっぱい出た芽をまたね、Y 字でね Y 字になるように2つにしていく、もしくは場合によっても1つにしてもいいです。1箇所から3つっていうとちょっと団子っぽい感じになるんでね、全体がこうなだらかなね三角形になるようにとか、一枝一枝は扇形になるような感じにするとかね、そういう輪郭も気をつけながら、あとは基本的に枝はどんどん伸びていくもんなんで、なるべく今より短くするっていうのも基本ですね。長いところのばっか置いてたらどんどん枝ばっかり長くなって幹に対して枝が長すぎて綺麗じゃないみたいなのもあるんで、ちょっといっぱいね考えること多いですけど、やっぱ綺麗な棚に見えてもねずっと同じ枝使ってたら長くなってね、そのうち枝がちょっと長すぎる不格好な木になるんで、やっぱりちょっと奥の目にねいける時はある程度この切り戻しっていうちょっと先の方の枝ばっかじゃなくてちょっと奥にある目に切り替える作業はいりますね。はい、もう芽切りだけではやっぱダメですね。枝の切り戻しは絶対にどっかのタイミングではいります。この今残ってる芽でもね何年後かにはもう全然違う芽が担当してるというか、今おるとこより奥の枝だったり芽に交代してるっていう感じなんで、全部入れ替わりますからね、何年かしたら絶対に。結構今ついてる芽がずっとねそのうちね永遠に使うみたいに思う方おられますけど、そんなことはもう絶対ないです。この辺ねもうだいぶもさもさしたのがすっきりしてきましたけどね、はい、もうちょっと最後まで行ってみます。これに関しては今日切ってる木に関してはちょっとね
剪定作業が毎年ちゃんとできてないちょっと荒れた木っていう、にはなってますね、モデルとしてはね。だから庭木がこの今こういう見た目になってる庭木はなかなかないかもしれないですけど、でもやることは基本的にはまあ同じような感じ。ちょっと大きいなこの、はい、だいたい枝の向き的にはね、横から見た時に水平か斜め下ぐらいに向いてる方がいいですね。ちょっとこのごっついのはもう早めに切っちゃおう。もうこれだけで、またこの辺から芽が吹くかなというところ。だいたい水平かちょっとこう斜め下になってる、こういうのを残していきますね。だいたい黒松は元気でさえあったら上へね伸びていく木なんで、斜め上の枝ばっか残してたら本当に下げりゃ下げがあるんでしょうけど、ちょっと松はやっぱねちょい垂れ下がるぐらいの方が綺麗なんで、こういう剪定の時にもう上に向いてるのをあえて捨てて、ちょっと軽く下に向いてるのを採用していくとしたら、ハサミだけでも綺麗な木を維持しやすいかなと思います。おさらいですけど、基本この5、6、7月は盆栽でいうところの芽切り作業みたいな感じです。で芽切り、もともとその盆栽でいうところのね芽切りしたら芽数が増えるとかね、で、平均化されるとか、そういうのもあったりで、長さがね芽切りによって抑制されて、枝が長くなりすぎたりねするのを防げますよね。本当木によってはこの新芽をちょっと切るだけ、もうこういう新芽を切ってだけで終わりっていうのもありですね。本当全部新芽切っちゃえばいいですね。切る時の意識として、何年後かにその先の方の芽は全部なくなるのはもう間違いないので、その後に続いてくる芽とかをねちゃんと残しながら切るっていうね、後継者がいない状態での後継者は考えずに剪定するっていうのはだんだん悪くなっていくっていうのがありそうですね。さあそうこうしてる間に切る作業がほぼ終わってまいりました。ちょっとまだまだね発展途上な木なんで、しっかりとした木の形にはまだちょっと慣れてない、そのうち針金かけないとっていうところではあるんですけど、これで一応切る作業は終わったかなと。ちょっと変わった形の子ではあるんですけど、どっからかな、この辺かな。これで今だいたい切る作業は完了というところで、気にしたのはこの輪郭ですねと、上から見た時の扇形っぽい感じのイメージの輪郭も整えて、あと枝同士がぶつからないように等間隔に減らしていったと。これでもね切りすぎじゃないかって多分不安になられる方おられると思います。でこれぐらいね同じぐらい切ったのが1ヶ月ぐらい前に切ったのが
すぐ隣にあるんで、よかったらそちら見てもらえたらなと思うんですけども、はい、こちらもうこれもね、思いっきりもう深いとこまでね切って、もう葉っぱももう全部切ってね、ですけどよく見てもらったら小さい芽がいっぱい出てるの分かりますかね。こういうちょっとハサミの先で触ってますけど、こう黄緑色の可愛らしい芽がね、でこれぐらい厳しく切ったら、切った先からも出るし、たまにとんでもないとこから出ることもあるんですけど、これこういうね、多分これもともと何もなかった可能性がある。こういうとこからね小さい芽が吹いてみたりとか、こういう、ね、ちっちゃい芽が吹くみたいなね、これ奥に吹いてきたらまた枝がね短くできるみたいな、こっちもそんな感じですね。はい、今みたいな厳しい切り方をしてもこの時期だったらしっかり芽が出て、でこの小さい芽が今出てるのが、秋冬の主役になる、芽枝になってくるんですけど、1箇所からいっぱい出てます。1箇所から4つとか5つとか出る場合もあるんですけど、それを今度秋冬に今残ってるこのね、これちょっと切れてないけどこの今なんとなくちょっと残ってる葉っぱを取りながら、この今可愛い芽がいっぱい出てますけど、これの芽数を減らすっていう作業を11月12月あたりにしてもらったら、さらに綺麗な松になってます。枝のレベルとしてはかなりグッと上がるみたいな。で1年でもこれやったらかなり変わるんですけど、毎年やり続けたら本当にね、多分3年もしたら相当変わってくるんじゃないかなって。秋冬だけ1回の剪定のパターンと、今回みたいに5、6、7月あたりに芽切りしながら枝減らす。でなおかつ11月12月ぐらいに汚い葉っぱを取りながら芽数を減らすっていう作業をしてあげると、多分皆さんのお持ちの木もね相当変わってくると思うんで、もしよかったらね試してみてもらえたらなと思いますね。ちなみに盆栽の観点から言いますと、5、6、7月にこれだけバッとね切り込んで芽数を増やして、次の4月ぐらいに鉢上げみたいなのすると、またそれはそれでねそういう作業をせずに鉢上げした時よりかはいい状態で鉢に上げれるんじゃないかなっていう、うちそういうふうにしてるんですけど、上げれますんで、それでもね、1年だけとかよりかはある程度1、2年3年とかね、長い年月これ準備してから鉢上げみたいなのしたらね、鉢上げ初年度からきれいな状態になったりとか、鉢に上げてから同じ作業をするのもいいんですけど、畑のこのパワー、地植えのパワーを使ってあげるってなったらね、意外と時間短縮にもなるんでね、なかなかそういう盆栽の仕方する人いないかもしれないですけど、今日はね庭木の松とか持ってる方にも通ずる、その木をきれいに、枝をねきれいに仕上げていく作業を説明させていただきましたというところでございます。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。